報告を始めてください。はい。朝倉美穂を追い込み、金山姫、家具土の覚醒を促した者たちの洗い出しが終わりました。そうですか。北上派の内定お疲れ様でした、ヨミさん。はい。主犯は北上玄山、北上誠の祖母の兄にあたる人物です。北上玄山を中心としたグループは北上派内でも特殊な思想を持っていたようです。特殊ですか。北上派の思想は荒玉討伐による土地被害の減少、そのためなら荒玉の積極利用すら辞さないでしたね。はい。ですが北上玄山は違います。北上玄山の思想は荒玉崇拝です。荒玉崇拝ですか。それは北上誠さんが掲げている理想とは真逆ではありませんか。北上派が現在の荒玉の積極利用すら辞さないという方針を掲げるまでに過激化したのは相模湾岸大戦役後木佐に参加してからですが、もともとは荒玉を八百万の神として祀る東北の信仰集団だったようです。それ自体はそこまで珍しいものではありませんね。はい。人に害をなす荒玉は討伐する、それ以外の荒玉は積極的に討伐しないという具合にあくまで常識の範囲内で活動していたようです。中にはもちろん北上玄山のような思想を持った人物はいたと思いますが、北上派の主流になることはありませんでした。偏りすぎていなかったからこそ時代の移り変わりとともに都市の集団へと変化していくことが可能だったわけですが、しかし同時に偏った思想も北上派の中で残り続けた。それを現代にまで継承していた人物が北上玄山。本来なら力を持ってはいけない人物が力を得てしまったのは先代当主の早すぎる死のせいでしょうね。そうだと思います。現当主には抑えきれなかったのでしょう。ですがそれを責めるのは少し酷ですが。そうですね。実行犯である都知たちは北上玄山のグループの一員ですか。いえ、そのグループに所属していたのは彼女たちの親でした。彼らは自分の娘である都知たちに玄山への恭順を強要していたようです。なんてことを。北上玄山並びに派閥を構成する者たちは厳罰に処するべきです。ですが皆まで言う必要はありません。実行犯である都知たちには情状酌量の余地がありますね。ありがとうございます。グループを構成する大半の者たちは拘束済みです。ただ一人姿をくらませている北上玄山も近く捕獲してみせます。折神家の犬どもめ、なぜわしが裁かれねばならんのだ。荒玉を払うことの罪深さをなぜ理解しようとせん。おい、誠とはまだ会えんのか。屋敷の周囲には刀剣類管理局の監視の目があります。これ以上近づくのはやめた方がよろしいかと。何のためにお前たちを雇ったと思っている。何とかしろ。わしは何としてでも北上の教えを後世に残さねばならん。そのためには誠だ。誠と会わねばならん。わしが刀剣類管理局に捕まる前に。誠もあれの死んだ母親もなぜ理解しようとせん。大災悪なんてものは荒玉を払って回った報いなのだと。荒玉を敬うことこそが必要だと。なぜわからん。何？わかった。玄山様、どうした？北上誠が一人で屋敷を出たと報告がありました。
我別れた金山姫。まことわしは次期刀剣類管理局に捕まる。もうお前しかいないのだ。お前がした神の荒玉と人間の関係を正せ。金山姫。まことなんとか言わんか。まこと取り返す。いい加減にせんか。ふざけている場合じゃないとなぜわからん。なんだ、やっとわしの話を聞く気になったか。金山姫、取り返す。何をした。その力は何だ。別れた我金山姫、取り返す。金山姫、別れた。炎の力。あなた様はまさかカグツチ神。しかしカグツチ様は朝倉美穂たちに撃たれたはずでは。だが今の力は本物。炎を自由に操るなどカグツチ様以外にできるはずがない。おなた様はカグツチ様なのですか。我カグツチ。おお、ここまで長かった。ようやくわしの本懐を果たせる。カグツチ様、わしがあなた様の力になりましょう。金山姫をお望みなのですね。ああ。ならば刀剣類管理局へ向かうのをおやめください。柊、10条の一つの太刀はあなた様の天敵。わしにお任せください。あなた様の代わりに刀剣類管理局から金山姫を取り戻してみせましょう。失礼します。折紙茜様。入ってください。調査隊の皆さん、今回の件に対する政府の判断を伝えます。はい。大災悪の影響が多分に残っている社会状況を鑑みた結果、金山姫並びにカグツチの存在を政府は一部の都市の間のみでとどめることに決定しました。それってどういうことですか。美穂ちゃん、ごめん。確認したかったっていうか、私元の生活に戻れるの？そうだよ、美穂ちゃん。あの時みたいなことはないんですよね。はい、朝倉さんが不自由な生活を強いられることはありません。よかったね、ほのちゃん。私またあそこに戻るんだろうなって思ってて。だって日高美さんが私は元の生活には戻れないって。だから多少窮屈な思いをさせてしまうかもしれませんが、以前と同じ生活に戻ってください。ありがとうございます。折紙茜様、今回の件で日高美誠の命令を無視し暗躍していた都知たちはどうなっていますか。彼女たちがいる限り朝倉美穂は。安心してください。もうすでにほとんどのメンバーを捕獲しています。朝倉さんに害を及ぼすだけの力はもうありません。その人たちってなんで日高美さんの命令を無視してたんですか。日高美誠さんとは
考えが違っていたからです。捕獲が進んでいるのは彼女の祖母の兄にあたる方を中心としたグループであり、北上派の中でも特殊な荒玉を神とする思想を持った集団です。荒玉が神様？じゃあその人たちは私を金山姫に神様にしようとしてたんだ。都知の安全を最優先する思想と荒玉を崇拝する思想、確かに相入れないでしょうね。そうね。それは分かったけどね、北上誠ってやつらの処罰は？それは朝倉さん次第です。朝倉さんは北上誠、稲子明、鳥羽勇気の3名を訴えるつもりはありますか？訴える？いいじゃねえか、訴えちまえよ。罪状は何になるんだ？朝倉美穂への略取誘拐未遂でしょう。私が決めていいならしないです。はあ？甘すぎんだろ。やっちまえばいいじゃねえかよ。甘いのかな。あの時は本当にびっくりして騙されて許せないって思ったけど、アキラさんたちは都知の被害を減らしたいって思ってそれで頑張ってたのは本当だと思うから、やりすぎちゃった原因が別にあってその人たちがいなくなるんだったら私は訴えないでいいと思う。わかりました。では彼女たちへの処罰は厳重注意としましょう。ありがとうございます。玉より都知の研究ももうできないですよね。だったら私はそれでいいです。玉より都知の研究は刀剣類管理局の管轄で継続します。研究続けるんですか？玉より状態から戻れず治療を必要としている都知がいます。すぐに全ての研究を止めるわけにはいきません。そうですよね。もしかしたら朝倉さんに協力を要請する場合があるかもしれません。考えておいてください。はい。どうも。体調はどうですか、ゆうきさん。ひろなさん？はーい、ひろなさんです。どうしてここに？任務で沖縄に行ってたはずじゃ。ゆうきさんが入院したって聞いて休暇取ってきちゃいました。あ、これお土産です。入院って言っても病気とかじゃなかったのに。でもお見舞いありがとうございます。こんなの当たり前ですよ。私は金山姫の一件では一緒に戦えませんでしたから。勇気だって何かができたわけではありません。ゆうきさんは頑張ってますよ。この入院だって玉よりの副作用ですよね。多分そうですね。けど姉様たちの力になれるならこれくらいどうってことありません。まだ知らなかったんですね。玉より都知の研究は北上派の手を離れ刀剣類管理局の管轄になりました。そうですか。それと玄山さんを中心としたグループが刀剣類管理局に捕まってます。もう崩壊寸前ですね。少し安心しました。当主になってからの姉様たちはどこか無理してるみたいでしたから、あの人のせいで。そうですね。誠さんは北上派を一枚岩にするためにすごく頑張っていました。今思うと焦っていたんでしょうけど、いえ、焦っていたのは私たち全員ですね。そうですね。姉様たちには会っていくんですか？いえ、私は沖縄にとんぼ帰りです。あきら姉様から電話？あきらさんですか。
病床のユウキさんに無茶を言うつもりですね、きっと。アキラ姉様は優しいですから、そんなわけありませんよ。アキラさんが優しい？解釈不一致です。はい、ユウキです。どうしたんですか、アキラ姉様。まこっちゃんがおかしい。すぐに戻ってきてくれ。急に呼び出して悪かったな。体調はどうだ？ユウキは元気です。それより誠姉様がおかしいってどういうことですか？あの人の心配はなくなったんですよね？ちゃんと説明してやるから落ち着け、ユウキ。その前に確認させろ。ヒロナ、お前なんでいいんだよ。沖縄はどうした？沖縄は休暇中です。好き勝手しやがって。けどまあお前がいてくれて助かるわ。コスパが良くて何よりでした。たく。で、指導マキ、お前までいる理由はなんだよ。任務だ。君だって現状は理解しているだろう。今の時期に日高見誠の腹心である君たちが落ち合うというんだ。監視の一つもつくに決まっている。それくらい分かってんだよ。特務警備隊のトップが出張ってくんじゃねえ。それだけ君たちのことを重要視しているということだ。そうかよ。けど私たちは本当にあのクソ G とは繋がってねえぞ。あいつには私たちも随分と煮えよう飲まされた。なら協力してくれるね。分かったよ。納得したなら話戻してください。誠さんに何があったんですか？引きこもりになった。部屋から一歩も出てこねえ。もっと深刻な事態じゃないのかい？アキラ姉様と一緒にいろいろなところに遊びに連れてってくれる姉様が引きこもり。精力的に動きすぎていつ休んでるかわからない誠さんが引きこもり。ああ、引きこもって誰とも会おうとしねえ。マジで異常事態だ。誰ともって、アキラさんともですか？ああ、私とも会ってくれねえ。ただ飯を持ってったやつが少しだけ顔を見たって言ってて、ぼーっとしてたっつうか生気がないっつうか、まるで別人みたいだったらしい。いつもニコニコしてる誠さんがこれって。姉様ですし、何かすごく大切なことを考えているとかじゃ。だからって引きこもるようなたちじゃねえだろ。確かに今まで引きこもったことないです。僕が口を挟むようなことではないだろうが、まずは顔を見てきたらどうだい？もう何度も言ったよ。けど追い払われちまうんだからどうしようもねえ。一ついいですか？誠さんの異変に玄山さんが関わってる可能性がある気がするんですけど。は？なんでそうなんだよ。誠さんが人と会わなくなったのと玄山さんが行方をくらませた時期、同じくらいですよね。引きこもっているのは玄山さんに脅されてかくまってますっていう私たちへの合図かなぁと。だったら急な変化の理由も納得できますし。誠姉様に限ってあの人に脅されるなんてことは。弱みを握られたか、もしくは別の手段でも。言うことを聞かせる方法なんていくらでもありますよ。アキラ姉様、誠姉様を助けに行きましょう。その可能性があるってんなら動かない理由はねえな。ついてこい、ユキ、ヒロナ。待て。んだよ、邪魔すんじゃねえ。そう吠えるな。君たちを止めようと思っているわけじゃない。手を貸そう。日高見玄山がいる可能性があるのならこれは僕の仕事だ。刀剣類管理局に応援を要請した。現在もこの場所を監視している者はいるが
数はそう多くないからね。応援が到着するまでどれくらいかかる？部隊を編成しこちらまで派遣するとなると。ああ、もういい。つまり結構かかるってことだろ。おいヒロナ、応援を待ちながら誠さんに接触できそうなタイミングを伺うか、今すぐ突入するかの2択です。よし突入だな。マキもそれでいいな。兵は拙速を尊ぶ。賛成だ。待っていてください、誠姉様。見事にちょとつ盲信ばかりですね。ストップです。少し待ってください。屋敷の人に相談して外出してもらいます。まこっちゃん、君には北上玄山をかくまっている疑いがかかっている。本当のことを話した方がいい。まこっちゃん。おいまこっちゃん、クソ J になんかされたのか？誠姉様じゃないみたいです。あの人の仕業なら絶対に許せません。アキラさん、ユウキさん、今は誠さんを連れ出すことを優先しましょう。そうだな。クソ G が本当に絡んでるのかまだ確証がねえけど、まこっちゃんが変なのは間違いねえ。まこっちゃん、ここから出るぞ。刀剣類管理局に保護してもらおう。いいな。まこっちゃん火です。すぐ消さないと。誠さんが出したように見えましたけど、見間違いじゃないですよね。僕にもそう見えた。これは玉寄りの技術の一つか。そんなわけあるか。全員すぐに移しを張れ。こいつはまこっちゃんじゃねえ。どういうことですか姉様。このまがまがしい炎は、こいつはかぐ土の炎だ。なぜ？ああ、そうか。私のことなんて覚えてねえか。あん時は玉寄りだったからな。けどもう一度ぶった切ってやりゃ嫌でも思い出すよな。なんでお前が生きてんのか知らねえが、まこっちゃんを返しやがれかぐ土。どうなってやがる。こいつがかぐ土ならなんで今までおとなしくしてた。もっと破壊の衝動に溢れてるんじゃねえのか。姉様、ナキさん。ユウキさん危ない。おかしいですわね。マキさんと繋がりませんわ。せっかくこんなところまで来たのに。マキお姉さん何やってるの？もう一度通信を試してみます。っていうか人の気配感じないんだけど、本当にここで合ってるの？そのはずですわ。やはり通じませんわね。ユメ、中を捜索しますわよ。あなたたちは周囲の警戒を。はい。あとはこの部屋だけですけど、なんだか焦げ臭いですわね。マキさん。マキお姉さんとそこのお姉さんたち気を失ってるみたいだね。ええ、
命に別状はなさそうですが。とりあえず人呼んでくるね。お姉さんたち重そうだし。お願いしますわ。北上誠の姿はなし。まさかこれは彼女が。これってあの夢だ。どうしてまた美花、金山姫。はい、久しぶりっていうのも変だよね。金山姫はずっと私と一緒にいるんだから。もう元気になったの？金山姫、家具土に気をつけてください。家具土？家具土はあの時一緒に払ったよね。確かにあの時家具土を打ちました。ですがこうしている今もはっきりと家具土の力を感じるのです。気をつけてください、美穂。それってどういうこと？金山姫。夢じゃない。夢だけどこの夢は夢じゃない。家具土が生きてる？ほのちゃんたちが討伐したんじゃなかったの？そのはずだったんだけど、金山姫が夢に出てきて教えてくれたんだ。いいじゃねえか家具土、遊びがいがありそうだ。そういう問題ではありません。どうするんですか？折紙茜様にアポイントを取りましょう。